ぷり解説。幸福度診断付き。あなたの幸福度を高めるための秘訣ベスト10。ねえマリサ、最近なんだか毎日が物足りない気がしてるの。もっと幸せを感じたいって思うんだけど、どうしたらいいのかな？それならいいタイミングだぜレイム。実は、幸福度ってちょっとした工夫で結構上げられるものなんだよ。心理学でも実証されてる方法がいくつもあるのぜ。へえ、そんなに簡単に変えられるものなの？もちろん一瞬じゃ無理だけど、日々の生活習慣や考え方を少し見直すだけで、心の持ちようがガラッと変わるのぜ。今回はあなたの幸福度を高める秘訣ベスト10をランキング形式で紹介するぜ。それ、すごく興味ある。しかも診断付きなんでしょ？そうだぜ。動画の最後に簡単な幸福度診断も用意してるから、自分に合った行動もわかるはずだぜ。第10位。ポジティブな言葉を毎日使う。第10位はポジティブな言葉を毎日使うなんだね。でも、言葉だけで本当に幸せになれるの？なるんだぜ、レイム。結論から言うと、言葉は脳に直接影響を与える強力なツールなんだ。ポジティブな言葉を使うと、脳がポジティブな状況だと認識して、自然と幸福感が高まるのぜ。でも、つい疲れたとか無理って言っちゃうこと多いな。それが癖になってる人、多いんだよな。でも逆に、大丈夫、なんとかなる、ありがとうって言葉を意識的に使うと、脳は前向きな状態を作り出そうとするぜ。これは脳の可塑性にも関係していて、言葉が感情を作るってことが心理学でも証明されてるのぜ。へえ、でも、気持ちが沈んでる時に無理にポジティブな言葉を言うのって、逆に苦しくなったりしない？そこがポイントだぜ。無理やり前向きになる必要はないけど、事実に対する肯定的な言い換えをするだけでも効果的なんだ。例えば、仕事が終わらなくて大変なら、今日も頑張ってる自分、偉いみたいにさ。なるほど、それならできそう。小さな言葉の選び方が、日々の気分にじわじわ効いてくるのぜ。まずは、ありがとうを1日5回言うことから始めてみるといいぜ。第9位。デジタルデトックスを取り入れる。第9位はデジタルデトックスか。最近スマホばっかり見てる気がするし、ちょっと耳が痛いかも。それ、現代人あるあるだな。結論から言えば、デジタル機器から離れる時間を意識的に作ると、心が驚くほど軽くなるんだぜ。特に SNS やニュースに触れ続けると、脳が休まらなくてストレスが溜まりやすいのぜ。でもスマホって、目覚ましにも使ってるし、LINE やメールも来るし、なかなか離れられないよね。わかるぜ。でも、完全にやめる必要はないのぜ。例えば朝起きて1時間はスマホを見ないとか、寝る前1時間は画面オフっていうルールを決めるだけでも効果は大きいのぜ。実際、画面から出るブルーライトは睡眠の質を下げるっていう研究結果もあるからな。それって、体にも悪いってこと？その通りだぜ。交感神経が優位になって、リラックスできなくなるから、結果的に幸福度が下がるんだ。逆に、デジタルから離れて散歩したり、自然に触れたりすると、副交感神経が働いて心が安定するのぜ。なるほど。スマホを使う時間をちょっと減らすだけでも、幸せになれるってことか。そうだぜ。情報のシャワーから一時的に抜け出すことが、実は本来の自分を取り戻すきっかけになるのぜ。第8位。自分の強みに気づき、それを活かす。第8位は自分の強みに気づくってことだけど、私、自分の強みってなんかよくわからないなぁ。それ、意外と多くの人が感じてるのぜ。でもな、結論から言うと、自分の強みに気づいてそれを日常で活かせるようになると、幸福度は格段にアップするんだぜ。なんでそんなに効果があるの？人間って、自分が得意なことをしている時にフロー状態っていう集中力が高まって没頭できる状態になるんだ。これは心理学者筑前富ハイが提唱した概念なんだけど、この状態が幸福感を大きく高めるのぜ。でも、私にそんな得意なことってあるのかな？もちろんあるぜ。ただ、それが目立つものじゃなくてもいいのぜ。例えば気配りができるとか、聞き上手とか、計画的に動けるとか、日常の中にある小さな特性が強みになるのぜ。そうか、
自分では当たり前だと思ってることでも、他人から見たら貴重な才能かもしれないんだね。その通りだぜ。だからこそ、まずは自分の行動を振り返ってみたり、身近な人に私のいいところってどこって聞いてみるのがおすすめだぜ。思わぬ発見があるのぜ。それならやってみたいかも。なんだかワクワクしてきた。自分の強みを知ることは、自分を大切にする第一歩でもあるのぜ。第7位、よく笑う環境を作る。第7位はよく笑う環境を作るか。笑うことって、そんなに大事なんだね。めちゃくちゃ大事なんだぜ。レイム、結論から言うと、笑うことにはストレスを減らして、幸福ホルモンを分泌する力があるんだ。医学的にも心理学的にも、笑いは天然の抗うつ剤とも呼ばれてるのぜ。へえ、笑いってそんなにすごいんだ。でも、毎日そんなに笑うことってあるかな？そこがポイントなのぜ。面白いことがあるから笑うじゃなくて、笑うような環境を自分で整えるっていう発想が大事なんだ。例えば、面白い動画を1日1本見るとか、お気に入りの芸人さんのラジオを聞くとか、気の合う友達と話す時間を意識的に作るんだぜ。なるほど。笑える環境を待つんじゃなくて作るんだね。その通りだぜ。実際、作り笑いでも脳は本物の笑いと区別がつかないって研究もあるのぜ。表情筋が動くだけでも、セロトニンやドーパミンが分泌されるんだよ。じゃあ無理やりでも笑ってみるのって、意味あるんだ。あるぜ。特に朝に笑顔を意識するだけで、その日一日の気分が前向きになるから、習慣にすると効果抜群だぜ。まさに笑う角には福来たるってやつだな。明日から笑顔のルーティン始めてみるよ。いい心がけだぜ。レイム。第6位、他人と比較しない生活習慣を身につける。第6位は他人と比較しないってことだけど、ついついやっちゃうよね。他人の SNS とか見て、羨ましくなること、よくあるもん。それ、まさに現代人の悩みあるあるだな。結論から言うと、他人と自分を比べることは、幸福度を下げる一番の落とし穴なんだぜ。やっぱりそうなのか。でも、比べないって難しくない？そりゃ最初は難しいぜ。でも理由は明確で、人間の脳は社会的比較を無意識に行うようにできてるからなんだ。特に SNS は、自分より成功してるように見える人の情報ばかり目に入ってくるから、無意識のうちに自分は劣ってるって感じやすくなるのぜ。確かに、他人のキラキラした投稿を見てると、自分が何もしてないように思えちゃうかも。でも、実例を挙げると、例えば昨日の自分と比べるって方法があるのぜ。昨日より早起きできたとか、昨日より笑えたとか、他人じゃなく過去の自分と比べることで、少しずつ自己肯定感が上がってくるんだぜ。なるほど。そう考えると、自分のペースでいいんだって思えるね。まさにそれがポイントだぜ。他人の人生はその人のもの。自分の価値は他人より上か下かで決まるものじゃないのぜ。大切なのは、自分がどう生きたいかなんだよ。自分の歩幅で進むことを大事にしたいな。焦らなくていいぜ。少しずつ自分軸を育てることで、本当の意味で心が自由になって、幸福感がじわじわ上がっていくのぜ。第5位、毎朝感謝リストを書く。第5位は毎朝感謝リストを書くなんだね。感謝って、そんなに大事なことなの？超大事だぜ、レイム。結論から言うと、感謝は幸福度を科学的に上げる最強の行動習慣なんだ。心理学でも医学でも、感謝の効果はしっかり研究されてて、うつ病の予防、ストレス軽減、自己肯定感の向上など、多くのメリットがあるのぜ。でも毎日感謝することって、そんなにあるかな？実はそこがポイントなんだぜ。感謝って特別な出来事に対するものだけじゃなくて、当たり前に感謝する力が大事なんだ。例えば、今日も無事に起きられた朝ごはんが食べられた天気がいいとか、ほんの小さなことでも OK なんだぜ。なるほど。意識してないだけで、感謝できることって意外とあるのかも。その通りだぜ。感謝リストを書くことで、脳がポジティブな視点に切り替わっていく。これは脳科学で選択的注意って言って、自分が意識したものを優先的に脳が拾う性質があるからなんだ。つまり、
感謝できることを探す脳になっていくんだぜ。毎日書くのって大変そうだけど、何個くらい書けばいいの？1日3つで十分だぜ。ノートでもスマホのメモでもいい。とにかく、感謝のリストを朝書くっていう行動が脳に今日もポジティブに過ごそうって信号を送るのぜ。朝からそんな気持ちでスタートできたら、確かに一日がちょっと楽しくなりそうだね。そうだぜ。実際に3週間続けた人たちの脳波や主観的幸福度が上がったって研究結果もあるのぜ。つまり、誰でも簡単に、しかも無料で幸福度を高められる魔法みたいな習慣なんだ。よし、明日から私もありがとうリスト始めてみるよ。いいね。霊夢の幸福度、間違いなくアップするぜ。第4位、小さな成功体験を毎日意識する。第4位は小さな成功体験を毎日意識するなんだね。でも、成功ってそんなに毎日起きるものなの？それがあるのぜ。霊夢。結論から言うと、成功の定義を見直すことで、毎日を達成感で満たすことができるんだぜ。大きな成果じゃなくて、小さな前進を成功と捉えることがポイントなのぜ。例えば、どんなことが成功になるの？例えば、朝起きてちゃんと顔を洗った、やる気でなかったけど10分だけ掃除した、仕事のメールを1本返したみたいな行動だな。どれも特別じゃないけど、できたって事実には違いないのぜ。それなら私も昨日、運動する気がなかったけど、ストレッチだけはやったよ。それは立派な成功だぜ。こういう小さなやり遂げた体験が積み重なることで、自分はちゃんとできる人間だっていう自己効力感が育つのぜ。自己効力感って、よく聞くけど、どういう意味？簡単に言えば、自分ならできるっていう感覚のこと。心理学者バンドゥーラが提唱した理論で、自己効力感が高い人はストレスにも強く、幸福度も高くなる傾向があるんだぜ。なるほど。それってちょっとした自信のもとってことなんだね。その通りだぜ。だから、寝る前に今日できたことを3つ書き出すっていう習慣もおすすめなんだぜ。意外とあれもやってた、これも頑張ってたって気づけるのぜ。つい今日も何もできなかったって思っちゃうけど、見方を変えればやってたことはちゃんとあるんだね。そうだぜ。成功のハードルを下げて、小さな達成に気づくことで、日常がぐっと前向きに見えてくるのぜ。第3位、他者貢献を意識して行動する。第3位は他者貢献を意識するなんだね。他人のために動くことが、自分の幸福につながるってこと？その通りだぜ。霊夢。結論から言うと、人間は誰かの役に立ったって感じた時に、脳内でオキシトシンやセロトニンといった幸福ホルモンが分泌されるんだ。つまり、他人のための行動が、巡り巡って自分の心を満たすんだぜ。へえ、でも貢献って、そんな大げさなことしなきゃいけないの？いやいや、全然そんなことないのぜ。ちょっとしたことでも十分だ。例えば、落ち込んでる友達に LINE を送るとか、電車で席を譲る、同僚にお菓子をあげる、道を聞かれたら丁寧に答える、そういう小さな行動でいいのぜ。なるほど。それならすぐにできそう。でも、見返りを求めるのは良くないよね？そこが大事なポイントだぜ。見返りを求めない親切が一番幸福度を高めるって研究もあるのぜ。これは利他的行動って言われてて、特に宗教や哲学の分野でも重視されてる考え方なんだぜ。でもさ、やっぱり人間って、ついありがとうがないと悲しくなっちゃうよね。わかるぜ。でも、人のために行動した自分を自分で認めてあげることが大切なんだ。今日も誰かの役に立てた自分、偉いって思えるようになると、それが心の安定につながっていくのぜ。自己肯定感も上がりそうだね。その通りだぜ。しかも、他者貢献の習慣がある人は、長期的に見て健康や寿命にも好影響があるってデータもあるのぜ。まさに与える人が、一番多くを受け取るってわけだな。第2位、睡眠、運動、食事の生活リズムを整える。第2位は生活リズムを整えるなんだね。やっぱり、基本的なことが一番大事ってこと？その通りだぜ。霊夢。結論から言うと、幸福度の土台を作っているのは、実は体調なんだ。睡眠運動食事っていうこの3本柱を整えるだけで、メンタルの安定ややる気の持続、
幸福感の上昇に直結するのぜ。でも、忙しい日ってどうしても夜更かししちゃったり、食事を適当に済ませたりしちゃうんだよね。それ、現代人の典型的な悩みだぜ。でも、整えるって言っても完璧を目指す必要はないのぜ。大事なのはリズムを作ることなんだ。例えば、毎朝同じ時間に起きるとか、毎日10分だけストレッチするとか、寝る前にスマホを触らないようにするとか、小さな行動の積み重ねで十分なんだぜ。なるほど。少しずつルールを作っていくって感じか。運動ってどれくらいやればいいの？実は軽い有酸素運動を週に3回、30分くらいでも効果があるんだぜ。例えば、早歩きの散歩やヨガでもいい。これだけでエンドルフィンやセロトニンといった幸福ホルモンが分泌されて、ストレス解消や睡眠の質向上にもつながるのぜ。それなら私でもできそう。でも、やっぱり食事も関係あるの？当然だぜ。栄養バランスが崩れると、脳がうまく働かなくなるからな。特に腸内環境がメンタルに大きく影響するって分かってきてるんだぜ。納豆とかヨーグルト、野菜を意識して摂るだけでも全然違うのぜ。へえ、腸と心って繋がってるんだ。ああ、腸は第二の脳って言われてるくらいだからな。生活リズムを整えることは、心と体を整えるってことに直結してるんだ。だから、自分に合ったペースで、できるところから始めてみるといいのぜ。よーし、まずは寝る前のスマホやめて、朝ごはんしっかり食べることから始めるね。いい心がけだぜ。その一歩が、幸福への一番確実な近道なのぜ。第一、自分の価値観と一致した生き方をする。いよいよ第一位だね。自分の価値観と一致した生き方って、ちょっと難しそうだけど、どういうこと？いい質問だぜレイム。結論から言うと、自分の価値観に沿った生き方をしてる人は、そうでない人よりも圧倒的に幸福度が高いんだぜ。これは心理学の価値一致理論に基づいた考え方で、人生の選択が自分の大切にしているものと一致してるかどうかが鍵なんだ。例えば、どういうのが価値観と一致してるってことになるの？例えば家族との時間を大切にしたいって人が、毎日仕事漬けで家に帰るのが深夜ってなってたら、どんなに給料が高くても、心のどこかにズレを感じるのぜ。でも、人を助けたいって思ってる人が、医療職やボランティア活動を選んでたら、収入が少なくても充実感がある。つまり、やってることと信じてることが重なってる状態が、一番心地いいのぜ。なるほど。でも、自分の価値観ってどうやって知ればいいの？それは日々の中で何に感動したかとか、どんな時に腹が立ったかを思い出してみるといいのぜ。嬉しかった時、悔しかった時って、自分が大切にしてるものが反映されてるんだぜ。あとはお金より時間が大事とか、一人でいるより人といたいとか、選択に迷った時の直感もヒントになるのぜ。そっか、何を大切にしたいか、自分にちゃんと聞いてみるってことなんだね。そうだぜ。そして、行動がその価値観に沿っていればいるほど、人はブレずに生きられる。自分軸ができることで、他人に振り回されにくくなって、心が穏やかでいられるのぜ。それって、すごく安心感のある生き方だね。ああ、まさにそれが本当の意味での幸せにつながるってことなんだぜ。だから、まずは自分が何を大切にしてるのか、紙に書き出してみるところから始めるといいぜ。私も今日から少しずつ、自分の価値観を探してみるよ。その気持ちが、もう幸せへの第一歩なのぜ。幸福度診断。あなたの今の幸福度をチェック。ねえマリサ、ここまで来たら自分の今の幸福度ってどれくらいなのか知りたくなってきたよ。いい流れだなレイム。じゃあ最後に、簡単な幸福度チェックをしてみようぜ。以下の質問にはいが多いほど、幸福度が高い傾向にあるのぜ。わかった。準備 OK。よし、じゃあ行くぜ。以下の5つの質問にはいかいえで答えてくれ。1、朝起きた時、気分が前向きだと感じる。2、最近、人にありがとうと言ったり言われたりすることがある。3、自分の好きなことや得意なことに時間を使っている。4、心身ともに健康を保てていると感じる。5、
他人と比べるより、自分のペースを大切にしている。さて、レ夢ム、いくつ杯だった？ 3つかな？それなら上出来だぜ。3つ以上杯なら幸福度は安定傾向。4つ以上ならかなり高い方なのぜ。逆に2つ以下なら、今回紹介した幸福習慣をぜひ意識してみてほしいぜ。なるほど。こうやってチェックすると、自分に足りないことも見えてくるね。その気づきが、明日の幸福を作るんだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。